こんにちは、グリプトです。昨日ですね、田畑慎太郎さんとのコラボ動画が上がって、登録者数がすごい増えてるんですけど、ここのチャンネルの動画が受け入れられるのかね、ちょっと非常に心配です。ただまたビットコイン、仮想通貨市場、関連株、それぞれ盛り上がってるフェーズなんで、いつも通りの感じでまた細かいところを見ていきたいと思います。本日の主なラインナップはこちらになっています。それでは本日もポジネガーファンダーチャートなどをまとめてみていきたいと思います。ビットコインの価格は現在11万8600ドルあたりを推移しています。発表された指標の方では、米 PPI、ベージブックなどがありました。で、米 PPI の予想以下と、ベージブックのですね、個人消費が減少しているという主張に関しては、ドル安要因になってるんですけど、他はドル高要因となっています。でまたトランプ大統領のパウエル議長交代に関しての発言もですね、一時的にドル円に影響した印象ありますね。であとポリマーケットの予測市場もパウエル議長が解任されるというですね、予想が急上昇しているのも話題になってますね。であと昨日審議手続きが否決された、米暗号散歩ですけど、その後トランプ大統領からですね、反対に投じた議員に対して圧力をかけたという情報が流れて、でその後ジニアス法の再投票では可決となっています。これも市場のプラス要因になってるのかなと思うんですけど、ただアンチ CBDC 法はですね、まだ揉めてるといった状況のようですね。ドル円は 147.9 円台、米株各指数、ゴールド、ビットコインともに反発してます。あと個別株の方では仮想通貨関連全般上がってますけど、中でもサークルはですね、ステーブルのジニアス法承認期待もあってか、また200ドルから跳ねて、デイリーでもプラス 19.3% 記録してます。あとはアークインベストがまたコインベースの株を34,207株売却したのも注目されています。こちらは上昇傾向になってからですね、徐々に売りに入っている状態ですね。株価は2021年の高値を更新しています。であとはトレジャリー系ですね。まずスマートウェブカンパニーが 325BTC 買い増し、ソーホイールは 1600BTC、株価はマイナス 10.56%、あとはイーサのトレジャリーですね。ビットマインの株式をピーター・ティールのファンダーズファンドが 9.1% 取得しています。株価はプラス 12.11%、時間外でもですね、プラス 4.8% と上昇しています。これイーサ単体が上昇してるんで、イーサのトレジャリはこのビットマインとシャープリンクゲーミングのほぼ2強になっています。でシャープリンクゲーミングもですね、昨日も結局止まらずに、デイリーでプラス 29%、あと時間外でもプラス 3.5% とまだ伸びています。であとはトロンのトレジャリー、SRM エンターテインメントが社名をトロンインクへ変更、トロンの財務戦略を本格的に進めていくとしています。で資金としては 2.1 億ドル確保しているとしてますね。時価総額は 1.8 億ドル、デイリーでプラス 53.2% となってますけど、アルトのトレジャリーがですね続伸するのかも注目です。あと日本のトレジャリーに関してはですね、連日弱い展開続いてますけど、メタプラネットに関しては、チャートだけ見たら、水平の1250あたりが一旦意識されるところなのかなと思います。先日ナショナルフィナンシャルサービスが筆頭株主になったのも取り上げましたけど、本日ですね反発できるのか注目です。昨日の ETF は現時点ではプラス530万ドル相当、香港はプラス 60.12BTC となっています。ビットコインの先物の方では OI は全体でプラス 0.90%、868億ドル相当、オーダーブックの状況としては未だに11万4600が目立っています。今後の指標としては本日7月17日に米小売、米フィラデルフィア連結景況指数、7月18日に米住宅着工件数、米ミシガン大学消費者信頼感指数、7月21日が日本の休場日、米景気先行指数などが控えています。でビットコインは11万5000のサポートで反発してまして、また12万ドルの攻防となっています。でこの抵抗を抜けたら、また上への期待が膨らみますけど、本日ですね、需要指標の米小売控えてますんで、一旦は警戒が走りそうな雰囲気もありますね。米小売は本日21時半となってますんで、それらの時間帯にもどのように動くのか注目です。あとイーサーですね。
イーサの価格は現在3370ドル、BTC だっては0.0283、先物の方では OI は全体で、プラス 5.06%、482億ドル外、再度 ATH 更新、ETF は現時点では、プラス 0.96 億ドル外、香港はゼロとなっています。ドル建ても強いですけど、BTC 建てもまたさらに上昇しています。ただ、昨日もお伝えしましたけど、この 0.028 がですね、ちょうどカップの縁あたりなんで、ここがかなり強い抵抗になりそうではありますよね。で、4時間足のサポートは、0.025 あたりですけども、こちらも一旦の調整含めてですね、再度続伸できるのか注目です。あとその他の動向では、バンクオブアメリカの CEO モイニハン氏がステーブルコインの発行計画を発表したのも話題になっています。適切なタイミングで展開すると、表明してますね。先日から JP モルガン、あとシティですね、大手のステーブル参入が話題になってます。あとは中国の取引所ビッグワンから不正流出が観測されています。合計約2700万ドル、120BTC、350イーサ、1800ソル、854万 USDT、あとその他の同時支部なども流出してますね。ホットウォレットからの流出となってます。で、ビッグバンは、まだ全部抜かれたわけではないんですけど、こちらもその後の進捗に注目ですね。あと、アルト関連では、リップルが UAE のコントロールオルトと提携、XRP レジャー上でドバイの不動産権利証書をトークン化して保管するとしています。あとはトランプのワールドレバティフィナンシャルのトークンロック解除、取引開始が承認されています。セールでは0.015 ドルと0.05 ドルで販売されてましたけど、こちらも上場後ですね、どのような価格をつけるのか注目ですね。あとは L2 のエクリプスがトークンリリースとなっています。これもですね、その CEO のセクハラ疑惑とか、あと賄賂疑惑とかですね、結構めちゃくちゃだった印象ありますけど、この上昇相場でリリースとなっています。現在 0.31 ドル、時価総額794位ですけど、こちらもその後の展開に注目ですね。あと、アルトのチャート的には XRP ソルですね、上位陣も上がっています。XRP は再度3ドルの抵抗を突破して、次 3.3 ドル視野に入ってますけど、続伸できるのか注目です。あとはソルですね、こちらも168ドル、抵抗を抜けて上昇しています。次は180ドルあたり、抵抗になってますけど、こちらも続伸できるのか注目です。今日はこのとこですかね。イーサの続伸から、アルト方面強くなってますけど、本日米小売控えてますんで、今晩の動きに注目です。何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。